それではですね、出発したいと思います。まずはメモ用紙見ないとわかんない。佐田沈下橋、に行きます。はい、四万十川付近の、橋をね、見たいと思います。今日ちょっとさっきテントで四つ湯まみれになっちゃったから髪の毛がぐちゃぐちゃ。はい。で、最終目的地は今日は松山市ですね。はい。今日もエアビーにね泊まりたいと思います。はい。途中道後温泉によってはい、温泉に入ってからエアビーに行きたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、ここから30分のところなんですけれども、橋をね見に行きます。優しいアクセル操作を心がけましょう。優しくなかったかなごめんなさい今日もいいお天気、嬉しい。のどかなとこですな。おー、いいね。あ、沈下橋見えてきました。0.6 キロ。はい、誰もおりません。はい、沈下橋。まずここから見よう。これ全景が見えますね。黄色い花が綺麗だね。これ何の花？綺麗。川の流れもいいね。そこ車渡っていいの？そうなんだ。車で渡りたかったね。こうやって見ると何の変哲もない普通の道路なんだけど、川の下の方からね、川側から見るとすごい素敵な橋ですよ。よかった、誰もいないね。すごい素敵。気持ちいいね。鳥もすごい鳴いてるわ。この景色すごい。風がめちゃめちゃ気持ちがいい。すごい気持ちいい。しかも誰もいない。結構透き通ってる。綺麗。風がほんと気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。来てよかった、ここは。焼き鳥焼いてる。すごい。蒸しパン。水難事故多発。勝間沈下橋。全長 171.4 メートル。幅 4.4 メートル。橋桁が3本ある珍しい沈下橋。釣りバカ日誌。14の撮影場所にもなりました。そうなんや。誰も来てないね。さっきの方が大きかったかもしれない。はいはい、なんか記憶にある。釣りバカ日誌にいたもんね。こんなとこで釣りしてたもんね。誰もいないっていうこと。あんまりたまらないから、向こうの方がやっぱ綺麗だったんだって言ってた。私はこっちの方が好きだけどね。何もない。素朴な感じが。もう錆びてるみたいだね。鳥の声だけ。3本
本ずつ走りたがるんだ。123って感じで、珍しいんだ。道を渡りましょうか。車も通れるみたいね、ここね。周りの雰囲気がすごいいいよ。誰もいないって、日曜日なの。そこまでここは全然観光地化されてない。綺麗だね、水が綺麗。見てこう、すごい綺麗。はい、今勝間沈下橋に降りてきました。はい、すごい古い橋で、でも誰もいなくて、なんかいい感じでした。釣りバカ日誌のね、撮影場所になったらしくて、かすかに私も覚えてます。はい、次は道の駅東和に向けて行きたいと思います。途中東和でなんかカフェがあるみたくて、そこでなんか栗のスイーツが食べれれば食べようかなと思います。四万十川ここも車も通るんだね。岩熊の沈下橋。はい。橋が見えてます。四万十川まだずーっと左側四万十川だよ。すごい綺麗。なんか日本のなんか原風景っていうか、すごい素敵な場所です。見えてますかね。花が綺麗。山あいのいいね。四万十トンネル通過中です。四万十トンネル。はい、四万十町入りました。これじゃない？到着。食事カフェいいね。すごい綺麗。ここでお茶したい。モンブランをいただきます。結構いい値段したよ。ちょっとしか入ってないんだけど、まあいいや、せっかくだからね。中でも食べれるんだけど、ここの方がいいかなと。かろうじてここ日陰だからお食べください。はい、ありがとうございます。はい、モンブラン、すごい量がめっちゃ少ないんだけど、これで600円。いただきます。すごいね。つぶらで食べるってすごいね。美味しそう。すごい美味しい。めちゃめちゃ美味しいわこれ。なかなかいいアイディアだね。のはい、ありがとう。これ名物なんだ。はい。名物？これ
ここの名物ではないんですあ、違けど。うんだ。久保川の。あ、窪川の名物ね。そうですはい。本当はカリーパン食べたかったんだけどね。すいません大丈夫。はい。豚まん食べます。はい。いただきます。これミレールスケット焼きモンブラン芋だってこれ芋。あーもう見えない。ここから行くんだね。面白そうだね。はい、今ちょっとタオル乾かし中で汚いんですが、はい、道の駅、東和をエンジョイしまして、めっちゃエンジョイした。これから松山市の方に向かいます。道後温泉にね行きたいと思います。で、一っ風呂浴びてからエアビーの方に行きます。はい。愛媛県に入りました。取れなかった県境が。まもなく松山方面です。美馬インターチェンジ。分岐を右。はい、松山。迷うよね、こっちね。松山方面。はい。通行か。行きます。この先のね、SA で泊まりたいと思います。松山市内に入る直前のね、1箇所しかないんですよ。今目の前にあるのがイオっていうインターチェンジの出口ですね。もうここから松山市街が見えてます。私は次の伊予灘サービスエリアで泊まります。あと 1.3 キロ伊予灘。もうなんか疲れた今日は。朝から8時からずっと走りっぱなしだから、途中止まりながら休憩はしたんだけど、結構長距離を山道を行くとね疲れるよね。しかも途中間違っちゃったりすると道を引き返したりなんやかんやしたからちょっと疲れました。市街が見える。はい、伊予灘サービスエリア。そろそろ松山出口です。結構混んでそうだな。やだな。お金はこれだからやだ。田舎がいい。結構温泉混んでるだろうな。日曜日だし、日曜日の午後って温泉入ってみんな帰るよね。33号とか書かれてもよくわかんない。およそ800メートル先です。左上方です。左側2車線を使用します。合流。こういうとこ一番嫌い。こういうとこ一番嫌い。田舎者には辛いね。今日あれか、卒業式か。会館前を直進します。指定の表示。
ピー文化会館およそ700メートル先右方向おお、いっぱいなんかいっぱいハイカラさんが通るがいる。これか、ああこれだこれだ、正面に見えてるのがこれ修復中なんだよね。修復中のやつなんだよ。いやーで、あ、ここが出口、あ、こっちが入り口だ。これだこれだ。これちょっと高くない？道後温泉到着しましたけれども、めっちゃ混んでる。日曜日だから駐車場かろうじて止められたんだけれども、明日も来る予定なんですが、なんか来るのなんかめんどくさくなってきた。はい、ということで松山市内に入りまして道後温泉に参りました。現在ですね、2024年末まで営業しながら保存修理工事中ということで修復作業中でした。はい、ですので1階部分だけですね、現在は入れるということで、こちらの道後温泉本館の建物なんですが、道後のシンボル的存在で四国を代表するような観光スポットだそうで、入浴料は公衆浴場ということで420円です。そして全国でも珍しく唯一のですね、皇室専用の浴場があるそうです。はい。で現在は修復中なんでカラフルなシートがねかぶされているんですが、こちらが入り口すぐ入ったところで、ここは2階への階段なんですが1階のみの使用でした。この本館の裏手側あたりにですね、道後ハイカラ通りというですね、通りがありまして、アーケードのような形でいろんなお土産物屋さんとか食べ物屋さんがですね連なった通りがありますので、温泉入った後はですねこの通りをねブラブラ歩いてみるのも面白いと思います。こういったレンタルのね道後着物とかですね、浴衣をレンタルできるとこもありますので、浴衣を着て散策するのも面白いんじゃないかなと思います。そしてこちらがですね、道後温泉別館の飛鳥の湯というところなんですが、すごくね派手なイメージなんですが、太古の道後をテーマに道後温泉にまつわる伝説や物語を演出した日帰り温泉施設になっています。明日ゆっくりね行こうと思います。でこちらが湯玉石ということで、建物がこちらになります。道後温泉変遷の図、だんだん変わってきたね。ちっちゃかったね。江戸時代後期、江戸時代末期から明治初期、未来へ続くと。足湯があるんだ、この上に。いう神社、全然気がつかんかった神社。お金がいっぱい入って